斉藤知事が SNS 運用はボランティアと主張していますが、織田さんの主張と食い違いがあります。今後どのような結末がありますようでしょうか。詳しく説明いただければ幸いです。よろしくお願いします。何も起きないです。織田さんの主張が正しいという証拠があるのであれば、誰かが裁判に持ってって、じゃあ100日裁判で織田さんが言っていることが正しいです。兵庫県斉藤知事が言っていることが間違えてます。ということになると、当選取り消しという可能性はあるんですけど、そもそも口頭で話をしたよねっていうのと、あと織田さん側が斉藤知事の当選を取り消させたいと思って、実はこんな証拠があるんですよって出してくるのであれば、それは起こるかもしれないですけど、選挙で応援した人を落とすような証拠を出すっていうのを PR 会社がやるはずがないじゃないですか。なので、斉藤さん嫌いな人たちは一生懸命それが奨学違うからおかしいとか、あれは寄付に当たるんだとかいろいろ言ってるんですけど、残念ながら何も起きないっていうパターンじゃないかなと思ってます。斉藤さんは誰と揉めたんですかね。もともと斉藤さんは嫌いな人たちがいっぱいいるから、不信任案で追い出されたので、マスメディアも基本的には斉藤さんをなんとか落としたいっていうのがあるので、話題にもなったりしてずっと騒いでるってことだと思うんですけど、なので、基本的にはなかなか難しいんじゃないかなと思いますけどね。世の中でね、物事を運で片付ける人って結構多いんですよ。で、僕ね、物を見るときに基本運で見ないんですよね。運の可能性もあります。サイコロ的なね。でも、この人はその場所にいるためにどういう最善の行為をした結果その場所にいられるのかというのをちゃんと分析すると自分でもそのパターンが使える可能性があるんですよ。例えばじゃあ今回の兵庫県で斉藤知事が勝ったのもあれも運だよねという説もあるんですよ。斉藤知事と稲村さんの1対1だったら多分稲村さん勝ってるんですよ。でもいろんな候補者が出たんですよ。維新の候補者も出るし、自民党の候補者も出るし、立憲の候補者も出るし、斉藤さんも出るしっていうので、いろんな人が出ると、現職の斉藤さんが知名度あるよねってなるんですよ。なので、いろんな人が参加できる状況にしちゃった立花さんもね。っていうのがいると、斉藤さん強いよねなんですよ。でもそれは、果たして運なのか、そういう構造に持ってったのかなんですよ。斉藤さんって支援者ゼロだったじゃないですか。見た目上ね。なんとか楓さんが頑張った結果ゼロっぽく見えて。で、斉藤さんが、これもゼロだよね。支援者ゼロだよね。じゃあ斉藤さん勝たないよね。稲村さん勝ちそうだよね。じゃあ、稲村さんにだったら俺勝てるかもねっていう風に思った人がポコポコ出てきたんですよ。兵庫県の医者ですとか、維新の人ですとか。で、結果としてそこで団子の背比べ状態になっちゃったんですけど、どんぐりの背比べね、ごめん。だからあれが、1対1じゃないと稲村さんが勝てないよねってなるんだったら、みんなで稲村さんを応援しようっていう構造になったかもしれないですよ。でもそうじゃなくて、斉藤さん楽勝で負けるよね。稲村さん余裕勝ちだよねっていう風にメディアで最初言われてたんですよ。で、それがなぜ言われたのか。そういう風に見せることをあえてこういうにやったんじゃないのっていうところが構造と手段によってやった可能性あるよねっていうところを僕見るんですよ。なので、たまたま斉藤さん運が良くて票が割れたよねっていう風に考える人もいると思うんですけど、でも票が割れるためにどういう構造にした方がいいかというのを斉藤さんが考えてやったのではないかという風に考えちゃうんですよ、僕。なので、PR 会社のなんとか楓さんはめちゃくちゃ優秀だったってことなんですよね。それなりに知事になりましたっていう後も、じゃあ PR 会社として、その人多分名前は全国区の知名度になったと思うんですよ。楓っていう名前珍しいし。なので、じゃあ兵庫県知事になった後に自分をどうやって売るかってなった時に、よし、これで自分がやったって PR したら、もう名前だけで全国区の知名度になるよねっていうのを、織田さん一発でやったんですよ。織田楓さんみんな知ってるでしょ？顔も知ってるでしょ？下手な芸能人よりも名前と顔売れてますよ。じゃああなた AKB のメンバーの名前と顔分かる人何人いますかって言ったら分かんないけど、織田楓さんって多分テレビ見てる大人の人も大体知ってるでしょっていうぐらいの知名度を一瞬で手に入れるって。いや、優秀だわーと思って。知らない人もいるの。何したの知らない。織田楓さんっていう人が、斉藤さんの PR を私がやったんですっていう PR 会社の人が言って、で、いやいや、それちゃんとやってるんだったら公職選挙法違反じゃんっていうので、めちゃめちゃ今有名になってて、炎上商法としてバタバタしているっていう。顔はね、なんかね、化粧によって変わるからね、いまいち僕も顔は実は覚えてないんですけど、
斉藤知事の SNS を運営してたコンサル会社が選挙戦略をノートにアップしてやばい部分を削除した件について、モザイク越しにフェーズ、種まき、フェーズ2、育成フェーズ、3収穫ターゲット、アンチの人など書いてあり、最初の一人演説も戦略調査だなと、予託が拡散されて見応えありますよ。いや、僕見たんですけど、なんかすごく当たり前な普通のことしか書いてなくて、そんなもんでしょっていうふうに思ったので、特になんか驚きもなかったんですけど、これが逆になんか驚かれてるということの方に僕はびっくりしたんですけどね。いや、なんかプロモーションするんだったらこれぐらいやるよねっていう。で、他のところもやってるでしょっていうふうに僕は見てたので、なので、ふーんとしか思わなかったんですけど、なんか世間的にはまだあれが騒ぎになるレベルなんだなというふうには思いました。はい。ネット規制の話で、ひろゆきさんが無修正の規制ができないから SNS できないと先ほど言われてましたが、兵庫県知事選挙で斉藤さんがあったので、政治家やマスコミが SNS 規制に本気を出して実現する気がします。いかがでしょうか？いいえ。X の場合、イーロン・マスクの協力も必要ですが、はい。基本的には X の場合は、アメリカの法律に従うというルールなんですよ。なので、ブラジルでもブラジルの法律に従わないで、結果としてなんかすげえ罰金払えみたいなことになって、じゃあブラジルの事業所が閉鎖するわみたいなことをイーロン・マスクが言ったってなるので、イーロン・マスクって言論の自由というのは結構大事に思ってる人なので、言論の自由に関わることで日本のローカルルールなんだから守れというふうに言ったとしても、多分普通に跳ねると思いますね。結局その日本の人たちがいくらイーロン・マスクに圧力をかけようとしても、知ったこっちゃねえよっていうふうになるんじゃないかなと思いますけど。とはいえ、ユーザー数というか、ユーザーの利用時間でいくと日本が一番大きいので、なので日本にビビる可能性もあると思うんですけど、ただそこで X を規制をするというのをやることによって、トランプ大統領がそういうの良くないよねっていうので、むしろ日本政府に対してのマイナスになってしまって、言論の自由を制限しようとしてくる日本っていう風に世界から見られるっていうことになって、そうじゃないんだよってトランプ大統領に謝りに行って、その謝りに行ったついでに、じゃあアメリカにこういういい条件つけろやみたいなので、何かしらの税金が関税が安くなるとか、なんかこう買わされて帰る。アメリカの小麦を買って帰るみたいなこと言われて、買わされるみたいなことになって、で結果としてアメリカに対して何かお金を払うことになって、トランプ大統領はアメリカ人のために小麦を売ってやったぜみたいなことをやって大喜びっていうので、結局日本は得しないっていうパターンなんじゃないかなというふうに思います。今回の選挙の結果、誤報を流したメディアで謝罪すると思いますか？それとも白木どう思いますか？赤玉事件といい中酒の中になりますね。サンテレビかなんかが謝ったんですよね。キャスターの人たちが、兵庫県斉藤知事が、その亡くなった職員に対してのパワハラと職員が亡くなったことに関連があるかのように報道してしまったということに関しては、メディアとしての我々も誤りであったというのを認めなければいけませんみたいな話をしてたんですよね。地方局。そう。安住さんだっけ？なので、一応謝ってるところはあります。はい。なので、基本的には百条委員会で、パワハラありましたかっていうので、最初にありませんでしたって出た時点で、そもそも職員が亡くなるようなパワハラがあったから良くないよねっていうので、始まった百条委員会が、いやいや、なんだ職員亡くなったのパワハラ関係ないじゃんっていうのを百条委員会自ら証明をしたという時点で、その後に付箋が投げられたとか、なんか怒鳴られたとかっていう人が出てきて、いやいや、それ民間の会社でも普通にありますがなっていう話で。で、それは怒られたから嫌な気分になりました。それパワハラじゃないよねっていう話で。なので、本来職員が亡くなるぐらいひどいことをしたのではないかというところで、それが事実かのようにメディアが流したので、なので多くの人はそれが事実だと思い込んでしまったんですよ。2人も亡くなっている。パワハラをしているらしい。で、テレビが言っている。だからじゃあ不信任決議案を出そうっていうので、全員不信任になったんですよ。本来であれば多分百条委員会の結果を見てから不信任案を出すべきだったんですよね。百条委員会やりましたって言ったら、亡くなった人とはパワハラとは関係ありませんでした。少なくともパワハラが関係しているという証拠は一切出てきませんでした。という時点で、じゃあ亡くなっているのとパワハラは関係ないんだよね。という冷静な判断ができるはずだったんですけど、百条委員会の最中に不信任案やっちゃえっていうことになったので、結果としてそうなってしまったっていう。なので、一応関西ローカルのサンテレビとかは誤ってたりするので、なので誤ってるメディアもあるけど、誤らないメディアもある。そういう感じじゃないかなと思いますから。今でもなんか付箋を投げるというのは良くないとか、机を叩いて怒鳴ったんだとかっていうので、パワハラはあったんだとかって言うんですけど、いやいや、そんな話じゃないよって。
付箋投げたとか、机を叩いたとかで、不信任案が出たって話じゃなくて、世間的には、二人も職員が自殺するようなパワハラの追い込みをしたから良くないという話になったので、それはなかったよねという話なんだから、100条委員会の中で人が死ぬようなパワハラはなかったという証明をしたという話なんですけどね。兵庫県知事選後、一部ワイドショーが SNS の偽情報や誤情報の拡散を防ぐのにネット規制しようと変更としましたが、できると思いますか？無理じゃない？だって無修正の動画すら規制できないのにどうやって規制するの？そもそも無修正の動画というのは刑法で犯罪行為として書かれてるんですよ。偏向報道とか表現の自由っていう発言に関してそれが違法かどうかっていう判断がすごく難しいのに、もうググればすぐ出てくるわけじゃないですか。もう明らかに違法だよねというものが規制できていないにもかかわらず、発言として合法か違法か難しいものの規制ができるわけないんですよ。それだったらとりあえず X ビデオとかまず規制してみてから言ってくれよって思うんですけどね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。